よくも私の身内を痛めつけてくれたわね。一丁倍にして返してあげる。これ以上先に攻め入るというなら、我々渋谷クラスターが黙っていませんよ。効果音とセリフがかぶった。言い直すか。ごちゃごちゃうるさいわね。ただの肉塊になればその口も静かになるのかしら。渋谷クラスターなんて知ったことじゃない。全員切り倒して私たちがこの国を取る。アドリブ。こいつ圧倒的に受けがうまい。観客が聞こえなかった渋谷クラスターという初出ワードを剣が言いそうなセリフに再構築。間の取り方も自然だ。其实，在演话剧还是挺常见，就是要去可能有需要救场的时候。年齢イコール芸歴の役者は違うな。どんな無茶をしても受けてくれそうな安心感がある。こんなにやりやすい相手は初めてだ。さすがに2対1は分が悪いですね。また日を改めてお会いしましょう。あ、こら逃げるなボキナス、このタルタルチキ好可愛啊，真的。新宿クラスター、厄介な奴らみたいだな。何も考えてないバカの集まりですよ。名刀の契約者を全員倒せばそれでいいと思ってる。どうします？あいつら攻めてきますよ。俺は姫の懐刀だ。持ち主の指示に従うだけ。哇呀，这张脸是很伟大的。少しは人間味というものを持ったらどうですか。鞘姫様、ご決断を。哇，这光影。ここは脚本リテイクで最も変わった部分。長めだった鞘姫のセリフはカット。動きだけでボスとしての威厳、新宿との対立を表現してほしいシーンなのだけれど、刀を抜けば血が流れる。ですが、戦わねば守れないものもあるのでしょう。哇，两派的颜色。合戦です。哦，我鸡皮疙瘩都起来了。カットされた鞘姫の思いもこの演技なら伝わる。前の脚本にあった矛盾点が全部クリアされてる。あの子すごい。美出天际了。渋谷、相入れることのない2つの徒党はついに決戦の時を迎える。行くぜ！ここは通行止めだ、ブレイド。通りかきゃその首置いてきな。过关斩将。行きなブレイド。ここは私たちが引き受ける。刻み門目と決着つけてきな。任せろ。鞘姫は奥の間だ。一気に突っ切る。旋转的那种。懐かしい顔ぶれですね。門目、あなたもここまでたどり着けるとは思いませんでしたよ。刻みさん、僕よりも弱いあなたが。俺は確かに弱いさ。けどな、仲間がいるからここまで来れた。決着つけるぞ門目。何度やっても結果は同じですよ。んなことはやってみなきゃわかんねえだろ。雑魚どもは任せる。俺は敵の大将を潰す。この戦最速で片付ける。お前強そうだな。その実力試してやれや。あれ
私がさや姫を倒してあいつらをギャフンと言わせるチャンスでは。出てきなさい鬼の姫。要互飙演技吗？あんたがさや姫ね。根血。あなたも根血は純血に劣ると思っているのですか。愛も変わらず私の演技が正しいみたいな顔してくれて、何がそんなに気に入らないのかしらね。刀を抜きなさい。あなたにはこれで十分です。なめてくれて。負けないよ、かなちゃん。私はあなたがいたからここにいる。哇，只能看得到头顶的灯光了。あなたは覚えていないだろうけど、ずっとずっと何年も私はこの時を待っていた。太可爱了，小脸蛋儿，就10秒能哭出来。小爱看着也好可愛啊。だってすごいんだよ。10秒で泣ける天才子役なんだよ。可愛くてお芝居上手で、大人相手でもハキハキおしゃべりできて、すごいな、すごいな。なら茜も演技やってみるか。あら、いいんじゃない。こないだ児童劇団のパンフレットもらったのよね。ほら。私にはできないよ。私人見知りだし怖がりだし、何にもできないし。そういう引っ込み思案なところも治るかもよ。そうそう。从小就负面思友達になれるか考。もしれないぞ。他真的对于かなちゃんと卡娜有很多期待啊！幸せで啊，死んじゃう。烟花。哦，居然还买了这个，为了看他都吃青椒。让我想到了第一季的かなち他。ゃんみたいになりたくてたくさん頑張って。会不会很恐怖？真的，只看看呢。哦，模仿他的头发。かなちゃんに近づくために、それを目標に。あら、かなちゃんママ、エミリちゃんママ、エミリちゃんが出てた CM。哦，也戴了帽子，很可愛。でもちらっと出てただけですから。いえ、すぐわかりました。本当に大好きだった。初めてかなちゃんと会ったあの日までは。あの帽子は。ありがとうございます。かなちゃん、緊張してるの？私は。安心して。かなちゃんを選ぶことはもう決まってるから。接触到了这个。形だけのオーディションだから。かなちゃんはリラックスして。私がどうかしたの？あれ？かなちゃん。かなちゃん、本物。やっべ。私、かなちゃんのフ
いね。あの人変なこと言うんだよ。このオーディション、かなちゃんを選ぶことはもう決まってるって。何かの間違い虽だよね。然这是很常见，但是对于阿卡内来说，してたら何なの？知らないなら教えてあげる。こういうの歴レースっていうの。一応オーディションしたって体裁で箔をつけるけど、本当は最初っから私を選ぶことは決まってるのよ。かなちゃんはそれでいいの？いいに決まってるでしょ。仕事もらえるんだから。オーディションっていい演技をした人を選ぶものでしょ。演技を見る前から。わかんない子ね。こんな早くそこそこ演技できてれば誰でもいいの。だったら知名度ある私を使うのは普通のこと。要はお金になるかどうかだけ。いい演技する子役より有名な子役を使う方が視聴率が取れる。だったらそっちの方がいいでしょ。演技なんてどうでもいいの。连那个海报上都写的是違うでしょ。 Now on sale。かなちゃん、本当はそんなこと思ってないでしょ。演技がどうでもいいなんて。だってかなちゃんは。分かったようなことを。何よその帽子。バカみたい。私はあんたみたいなのが一番嫌い。私の真似なんかするな。同样的着装，让他想到了卡娜以前的自己。どうしてそんなこと言うの？研究起来了，卡内。わからないから。たくさん勉強したよ。今ならかなちゃんがどうしてあんなこと言ったかちょっとだけわかるよ。怖かったんだよね。ちょっとずつ減っていく仕事。歌とかの方がお金になって大人がそれを褒めてくれるから自分を見てほしかったんだよね。必要とされたかったんだよね。他又何尝不想靠演星は一人じゃ技？輝けない。私は星を照らす存在になれたらって思うんです。周りと歩幅を合わせて息を合わせて周りが求める仕事をちゃんとこなしてみんなと一緒に生きていこうと思ったんだよね。そんなのダメだよ。哦，哇，这压迫感！違うよ。私が大好きだったかなちゃんは他要把加奈从这种，圧倒的な役者だったよ。这还要把加奈从这种想法中掰回来。存在なんかじゃない。自分自身が眩しく輝く太陽みたいな演技してたよ。今のかなちゃんは嫌い。大嫌い。周りの大人に潰されちゃったんだよね。みんなと合わせ其实也是在帮加奈。哇，这星星！かなちゃんがするべき演技はもっと身勝手でかっこよくてすごい周りを全員食べちゃうような演技でしょ。周りに合わせてちゃダメ。而是去吞噬别人。周りに合わせてるくらいじゃないと。見ててね。私もちょっとだけできるようになったんだよ。周りを食べちゃうような演技。哦。私は私が一番目立つように戦う。だから哇！一緒にぶつかって开きてよ。眼了。
これだけの役者がいる中で全員が平等な演出の場面なのに、間違いなく今この子が主役だ。楽しい演技してくれるじゃない。まあよくも生き生きと。哇！就是去照料别人的这种演技。哦，そう、勝負したいのね。それとも一緒に踊りたいの？それはとても楽しそうな提是案だわ。从前他自己的邀约了。私もあんたと白黒つけ。なんで急に。やっぱり有馬はいい受けをする。前に出た黒川に対し有馬が一歩引くことで黒川の存在感が増す。黒子のように存在感を消し舞台装置に徹する。作品的に正解。让这个时候舞台的主角是他。これほど使いやすい役者もいない。そう、これが正しいの。黒川茜がいい演技をするなら、こっちはそれを立てる演技をしてあげるべき。いい作品になるのがみんなの幸せ。自我はいらない。これが私のやり方。阿卡内还是希望他能改变。ほら、照らしてあげるから、もっと輝きな。違うよ。そうじゃない。どうしてそんな演技するの？私はかなちゃんと真正面からやりたかっただけなのに。そんな演技させるつもりじゃなかったのに。哦，都黯然失色了。私が間違ってたのかな。これじゃ私がただ出しゃばっただけじゃない。自分勝手でわがままで。ごめん。それでいい。有馬のやつ腹立つ演技してんな。講義用に自分が作品の質高めてるみたいな顔して。哦，あいつは自分を分かってない。有馬は私を見ろって顔してる時が一番輝いてるのに。有馬に勝ちたいって言うならこのままでいいけどな。そういうのじゃないのわかるでしょ。私が勝ちたいのはそういうかなちゃんじゃない。本気のかなちゃんに勝ちたいの。
好帅啊，阿夸！前に引きずり出すぞ。俺たちで。啊，这回不是他一个人了。卡娜确实接触娱乐圈太早了，就是他在很小的时候就明白了很多就是这种行业的规则，很早期的时候就已经经历过那种比较辉煌的时刻，再到比较落魄的时刻，没有工作接，习惯这种要去迎合他人的这种，不管是演技还是做派，不想再回到那种又没有人要、没有工作接的时候。即使在舞台剧上的发挥上，他也还是会去迎合他人的演技，而去呈现最棒的舞台。他也说了，他不需要自我，但是阿卡内就是想要他这样的自我，想要他重新能焕发出他小时候带给他的那种光芒的样子。中间那一段一镜到底真的太美了，从舞台上的阿卡内，然后旋转到他小时候，像卡娜这样张开双手向他这样邀约，就好像是张开双手对卡娜说不用再去迎合他人而放弃自己了。阿卡内的期待他跟小时候对于卡娜的期待是一样的，就是想跟卡娜有这种付出100%甚至120%的这种精力去演戏，到最后也是阿夸会去帮助阿卡内完成他的这个心愿，其实也比较合理。如果卡娜能因为阿卡内现在的这些行为而改变的话，他早就改变了。如果面对的是阿夸的话，卡娜他可能会打开他的心扉。阿卡内和卡娜小时候这段真的太可爱了，那他看到阿卡内对自己的这个模仿这么生气，我觉得多少他可能也是有一些那种觉得就是没有必要去模仿自己，并不值得被模仿，反正自己被看中的也不是演技，而只是人气而已。看到他早就明白了这些娱乐圈、演技圈的这些利益，既然被需要的并不是纯粹的演技的话，那自己还何必去100%的以自我为中心的去演呢？后来看那他呢，也不断的去看书啊，去学心理学等等，就是其实他看那从小他就是个内心非常细腻的姑娘，她从很小就会去揣测别人的心思，去试图理解，要去了解他人的这种想法，促成了现在的他吧这样的去成长。当然这也铸就了为什么他能去站在阿夸身边。阿卡内他被自己就是一直以来崇拜的目标，自己这个进步的动力就是卡娜，被他这样子就是伤害了，但是他还是不断的去学习，也没有因此就是去责怪，或者说是就完全开摆，不断的想去了解对方的这个心理和难处，真的很让人感动。到了这样的舞台上，他还是想去逼卡娜，去逼出他真实的自己，能够完全绽放出自己演技的自己。那他小时候也接受了很多压力和这种可能觉得自己没有才能，毕竟像阿夸这样完全没有演过戏的也能有这么出色的演技，就是他会愿意去尝试理解卡娜的这些苦楚。一个是星星，一个是太阳，都是有闪光的地方，但他们闪光的方式不一样，那是把他们两个人性格上的不同、理念上的不同都展现了出来。这集很多就是光影的处理也很有意思，真的太美了，就也很契合他们这集所讨论的这种就是太阳的这个光芒吧。毕竟有光的地方它就是会有影子，在阿卡内闪耀出非常耀眼的光的时候，卡娜他就会退居到这个阴影之中。这也很期待就是阿卡内和卡娜他们两个人都能发挥出这种太阳般演技，然后能够吞噬一切的演技。这是结束，我们下期再见，拜拜。